明かりがついてる。深夜1時ですね。お勤めご苦労様です。日本橋の下、いつも何やってるんですかね。1年ぐらいこんな感じだった気がしますが、この辺のオフィスはもう真っ暗ですね。おー、タクシーの戦争が勃発してます。もうやりたい放題なんで深夜のタクシーはもう何でもありなんで気をつけないとですね。タクシーが多いのは深夜の銀座ですかね。銀座越えれば走りやすくなりますね。秋葉原も真っ暗ですね。ちらほらバーが開いてるんですかね、これは。この辺から上野ですかね。上野はまだまだなんか明るいですね。人も多い。またタクシーのキャッチが増えて
道路の治安が悪くなってますね。左行くと上野公園ですね。こっち行っていいかな。だんだん気温も上がってきて、足に当たる排気も熱くなってきましたね。今クーラントが106度になってます。夏が不安ですね、これは。信号がちょっとトリッキーですが、はい、青ですね。おお、蹴りが甘くてよくニュートラルに入れちゃいます。あと足短いんで、待ってるときチューブラリンに乗ってるんですよね。これ渋滞とかだったら股関節痛くなりそうですね。片足ずつつけば片足は浮かせられるので、なんとかなるのかな。そう、足がもう2センチぐらい長ければ。あれ行くとパクられちゃいますね、パトカーとなってると。ただあんまり際どい黄色信号止まっちゃうと後ろをつつかれちゃうんですよね。深夜だと結構みんなイケイケになるので、ちょっと気をつけないといけないですね。いやー、やっぱ深夜の街中を転がすのが気持ちいいですね、このバイク。ほんと乗ってて飽きない。いや、ほんと街乗りが楽しいバイクですね、これ。走ってる時は風がひんやり気持ちよくて、で信号ストップするとあれですね、熱風で体が温まるみたいな。そんな感じですね。そう、サスペンションがいいんですかね。交差点の立ち上がりとかで加速中に段差拾ってもあんま跳ねないんですよね。接地感がやっぱある感じがしますね。おー、なんか止まりそう。どうしたんだ。さすがに危ないぞ、あのパトカー。
アスファルトの匂いする。やっぱ日中それなりに交通量のある通りだと、深夜にやるしかないんですよね。おー、綺麗。すごいインターチェンジが立体交差してますね。やっぱ深夜のツーリングが一旦気持ちいいっすわ。